どうも、マシン駅です。いやー、第4話、面白かった。すごかったね。でも僕、第4話本編、出番なかったんだよね。ガクーン。今回のダイバースター TV は、脚本の榎木よりさんにいろいろ聞いてみたいと思います。はじめまして。何言ってる嘘つきっていう自己紹介は、自己紹介、伊豆淵です。よろしくお願いします。なんかまた一回こういう特典がなかったんで、もうあいつの顔見なくて済むと思ったでしょうけども、そうはいくかっていう感じですよね。じゃあ今回はじゃあ榎戸先生にちょっとツッコミを入れる役で、はい、脚本の榎戸です。よろしくお願いします。若く見えるよね。いえいえ、ここはどこね。それかよ。鶴巻さんがね結構こだわりで、大変だっていうか、まあそういう噂は聞いてたんですけど、どうなんですか、鶴巻監督ってやっぱりこだわる感じの？そうですね。どこにこだわるかっていうポイントもあるんだけど、まあ作品を作るときにテーマをどんどんこう考えていって、作品のためにテーマを考えてるのか、そのテーマを考えてから作品ができたのかっていうのがもうどっちかよく分かんなくなってくるあたりがまあ面白いとこかなっていうなんか一行、本当にセリフの一行とかなんかにすごくこだわるっていう話もしてたじゃないですか。一晩かかってセリフの一行、振りくりの時はなんかね、特にギャグを考えてる時とかはもうなんか面白さとは何かっていうのがすでにもうぶっ飛んでるっていうか、特に今回はどっちかっていうとそのトップ的な感性の中で許されるものかどうかっていう話で、そのトップ的な感性っていうのもその監督とかまあ僕とか現在のスタッフの感性ってことなんだけど、で考えられる範囲内においてこれはトップ的な感性なのかなっていうことを常に吟味しながらやってるっていうか、まあ、例えば絶対0度を超える冷凍光線とか、あれはすごかったですね。出たぞ、理論値マイナス1兆2000万度と言われる冷凍光線。トップってほらハッタリズムがあるじゃないですか。まあそれはねいいんだけど、でもねさすがにね1兆までいくとねって思うじゃない。脚本ではマイナス350度ぐらいだったんだけど、なんか絵コンテの時にマイナス2000度ぐらいになってて、最終的にアフレコの時にマイナス1兆度ぐらいまでいっちゃったっていう。で一瞬ね見ててね、ツッコミをね画面に対して入れようとね身構えた瞬間にね、何だったっけ、それに対してブロックするじゃない、セリフで。物理的には存在しないって。マイナス1兆2000万。そんな熱量は物理的に存在しない。これをねツッコミ入れようとしてね、こう上げた手がね下ろせなくなってね、こううまいタイミングだなと思って。あれ入れないとちょっとさすがに怖いかなと思ったんですけどね。でも鶴巻監督がなんか物理的にありえないっていう入れないとか言ってたっていう話を。最初はねいらないんじゃないのって言われてたんだけど、いや僕はそれはちょっと怖いってそれはちょっと単に絶対0度を知らないんだこのスタッフって突っ込まれて終わるなっていう気がしたんで、それはね正しいと思う本当に。どの辺まで見てる視聴者の人を信用するかとか、どれぐらい駆け引きするかっていうバランスの妙ですよね。だからまあそれあれでしょ、信用するっていうのはトップってそういうホラ話だからっていうような視聴者なんだっていうふうに、ホラ話の部分もあるけども、意外とほら真面目にやろうとしてるところとか、その辺の微妙なバランスで成り立ってるじゃないですかトップって。それが多分ね、僕なんかが見てる時のトップらしさってその辺にもちょっとあると思うんですよ。ホラ話とかハッタリズムの美学みたいなものなんだけど、嘘なんだけどなんからしくも見えるっていうか、嘘なりにね、嘘なりにね、嘘は嘘なりに。SF 的には僕よりやっぱり鶴巻監督の方がこだわりは強いと思うんですけどね。SF とかって読んでた方なんですか？結構読んでた方なんですけど。いや時間ネタまで出てくるとは思わなかったんですけどね。3話か、3話の時。はいはいはい。あれも本当にだからなんていうかな、タイムスリップとかタイムリープしたかどうかはちょっと分かんないような話なんですけど、アイデアを出した時にやっぱり監督とかは鶴巻監督とかはさらにそれに SF 的な解釈を与えて、その時間を価値のある情報に書き換えるのがトップレス能力であるとかなんていうかな、物理学の流れって物質とエネルギーは結局同じものであるっていうことが分かったり、さらに時間と空間も結局は同質のものであるってことが分かったり、それでいうと人の思いっていうのも結局は物質とかエネルギーに変換しうるものなのではないかっていうのが、まあ僕なりの SF 的に面白いところかなっていうのがあるので、だから知子の思いとかいうものが
マイナス1兆2000度っていう状況下にあってちょっと影響を受けちゃったっていう、その枠の中で許してくださいっていうそんな感じなんですけどね。どっちかっていうとそのイヤリングとかピアスとかがその雪だるまになっちゃうとか、ああいう方がむしろ僕はその興味があるっていうか、トップって結局見てたの最初の？いやもう見てました。その時何やってたんだっけ？まだなんだろう、業界に入る前で。あ、そうなんだ。じゃあ業界に入る前ってサラリーマン時代？サラリーマン時代でもうアニメあんまり見てなかったんだけど、トップは人に勧められて。見てどうでした感想としては？いや面白かったですね。こういうのやってみたいとかっていうのはまあいつかその続編の脚本に携わることになるとはっていう感じでした。まあじゃあ全然そんなことは当然やるとは思ってなかったんでしょうけども、どの辺が面白かったんです？僕はね、1話が結構面白かったですね。1話が。あと4話が結構好きでした。1話だとどの辺がやっぱり1話でどっちかっていうとほらパロディ感覚の匂いがすごくやっぱり強かったじゃないですか。ロボットがうさぎ跳びしたりとか、パロディのドラマの組み込み方とか、その辺が新しいかなっていう感じでしたね。何のパロディだから好きとかいうことではなくて、そのストーリーの核心に迫るそのクライマックスのところにその平気でパロディ的な要素が入ってくるっていうセンスは結構当時新しかったんじゃないかなと思いますね。4話とかどの辺が？4話はやっぱり最後のクライマックスのガンバスターが出てくるシーンのカタルシス。まあ実際にやることになった時はどうだったんですか？まあトップを狙いっていう作品はとにかくよく言うんですけど、とにかく完結しちゃってると、綺麗に終わってる作品で特に続編を必要とする物語ではないっていうのはもうみんな了解の上で企画が進んでて、で今回あえてその別のタッチでトップを狙いっていうタイトルを描くっていうのは面白いんじゃないかなっていう企画だったと思うんですけど、その別のタッチっていうのは具体的に言うとその鶴巻監督を中心にそのフリクリの要素とかを入れてちょっと新しいトップを狙いぞみたいなのを描いたら面白いんじゃないかなっていう話だったみたいで。でもまあほらトップって最後の、ね、主人公2人が帰ってくるまでの間ってかなりスパンあるじゃないですか。ノリコたちが帰ってくるのって1万2000年後。今の設定って1万2000年に近いんでしたっけ？どうでしょうまあその辺が最後のお楽しみかなっていう感じですけどね。あの2人を主人公にしないっていうことだったら、世界だけこういうふうに継承するっていうことだったら、その1万2000年の間に何があったかみたいなところで、まあその辺のねどの部分っていう形で、チョイスできるから、まあそういう意味ではやりやすかったんじゃないですか。割とだから鶴巻監督は続編的なものではなくて本当の続編作ろうとしてるなっていうのが本当の続編っていうのはあって、だからかなりストレートに本当にトップを狙いを今作り直すっていうか、もう一度今作るんだったらもうどういうテーマでやるべきかっていうことを割と考え込んでたんだなっていう感じはしますけどね。どういうテーマだったんですか？監督の方からその20歳過ぎるとバスターマシンを動かせなくなっちゃう少年少女たちを中心に描くっていう話をもらった時に、そのどういうふうにだから自分の中でトップを狙い世界っていうのを解釈するかなっていうふうに考えてた時に、宇宙怪獣っていうのは何かなっていうのを考えた時に、20歳を過ぎてもまだバスターマシンを動かせるような、あるいは超能力を持った子供がいるとしたら、その子たちはもしかしたらその超能力っていうのは永遠に生きられる力を持っていたり、宇宙でも生きられる力を持っていたりっていうふうにどんどんこう暴走していくかもなっていうことをちょっと考えた時に、逆に宇宙怪獣っていうものの正体が分かってきたっていうか、つまり宇宙怪獣っていうのはその大人になれずに超能力者のまま、超能力者の子供が永遠に生き続けた姿なんじゃないのかなっていうことをちょっと考えたんですね。その時になんかこう僕の中で一本筋が通ったっていうか、それは鶴巻監督のやろうとしてるテーマとも合うだろうなと思ったんですよ。それはね、地球のっていうんじゃなくて他の星のとか、他の星の、だからもうそれはどこの惑星かもしれないけど、がん細胞みたいなもので、それはだから本当はその部分の枠から外れて生き続けちゃうと、そのトップレスの人たちも将来的に宇宙怪獣化するかもしれないっていうようなところも含めた上で、そうですね、双子がじゃあ、まあその最有力候補みたいな、まあそれを示唆してるような存在っていうこと。そうですね。タイタンガニが美味しいわ。タイタンガニっていうのは宇宙怪獣の一部なの？あれもあと変動重力源の一部なの？
あの双子っていうのはずーっと変動重力源の肉を食い続けてたの？ 20歳を過ぎる前から前からって。じゃあある時期にタイタンに行って発掘だと称して食ってたという、いくつなんですかあの2人は？まあ20代後半っていう感じで、だから双子は今回たまたまそのアクシデントにより命を落としてしまったわけですけれど、もしあの双子がそのまま変動重力源の肉を食べて、その永遠のトップレスになったとしたら、永遠のトップレスっていうのはイコールギドドンガスであったりしちゃうのかなっていうことなんですよ。なるほどな。あ、それはだから榎木の解釈としての今回のところで筋通すところで一つ見えたところっていうか、やっていく上でやっぱりこう巧妙が見えるってあるじゃないですか。これがあれば俺はやれるっていうのは書けるっていうようなところ。4話まではね。待てやって5話6話があるだろうっていう。結構僕の描いてきた作品っていうのはその割と絶対悪っていうか最終的な悪っていうのが、まあ、万能感っていうものに設定しかけてたんですけど、万能感っていうのは万能感っていうのはだからその赤ん坊の時にそのお腹が空いたらミルクが欲しいと思ったら泣けば誰かがミルクを運んできてくれると、自分の思いをとにかく感情をあらわにすれば何かが解決してくれるっていう気分っていうのは、まあ、人間は誰しも小さい時に持ってるらしいんですけど、ディスヌフ来い。見て見て、私すごい力があるんだって。君の病気だって治してあげるね。今回そのトップ2やってみて鶴巻監督がさらにもう一歩上を行こうとしてるかなと思ったのは、その万能感は必ずしも悪いものではないっていうその考え方っていうのがあって、それは今まで僕が考えてたこの対立事項よりももうちょっと進んでるかなと思ったんで、その万能感を否定するんではなくて、いい万能感対悪い万能感みたいな構図っていうのは描けないものかなっていうふうに考えたのが今回のトップ2ですね。話の講師として。お姉ちゃん、あの雪降らせて。私が守るんだ。できるよね、キャトフバンリス。フィジカルキャンセラー全開。雪とちっくん間に合う。だから子供の頃はサンタクロースがいることを信じていていいんだけど、大人になったらサンタクロースがいることを信じるんじゃなくて、子供にサンタクロースがいるっていうことを信じさせてあげる側に回るっていうのが健全な万能感っていうか、健全なその人の成長の流れかなとか思うんだけど、だからその挫折することって結構大事だと思うんですよ、大人になる上で。絶対挫折っていうのは起こりうるもので、でそのことが必ず悪いことだけではなくて、人を成長させる上ですごくこう意味のあることだと思うんですけど、私だって子供の頃は皆と同じようにトップレスだった。バスターマシンに乗ってヒーローになるものと思い込んでいたよ。逆に最近だからニュースとか見てると、道歩いてて尺に触るっていう理由だけで利害関係もないし何の面識もない通行人を第三者がいきなりナイフで刺し殺すみたいな事件がなんかかなり多く増えてきたなっていうような印象をちょっと受けてたんですけど、そういう人たちっていうのがつまり宇宙怪獣なんじゃないかなと思ったんですよ。つまり大人になれずにその他人が尺に触るっていうモチベーションを持ったままその破壊的な力を持っちゃうと結局そういうことになっちゃうのかなっていう。で前のトップを狙いの世界観の中ではその人間っていうそのがん細胞ね、がん細胞に対して働くそのウイルスに対して働く抗体みたいなものではないかっていう説が出てたんですけど、我々が銀河系という生き物に湧いたバクテリアだとすれば、彼らはそれを発見し破壊しに来た免疫抗体のようなものでしょう。でも要するに他者としての地球人が嫌っていうこと、もうとにかく他者が嫌、だからどちらかというとノノの正体よりも宇宙怪獣の正体になんかこう興味がいくような作りだったよね。さっきも話したみたいに、前のトップを狙うよりも一歩進めた正体みたいなことを、そのトップ2のスタッフなりの解釈で描いてるんですけど、だから絵面で副読本がないと分かんないっていうところはちょっと若干あったかなっていうところがあるんですけど。そうですか。例えばやっぱり木星が出てきた時、確か木星って宿体量に使っててなくなってるんですよね、あれね。あれが木星？そうよ、3万分の1になっているわ。あれが木星？
でエウロパとかなんかっていうから「エウロパとかなんかあの辺残ってんの?」ってだって主星がなくなってしまったら衛星とかどうなっちゃったんだろうとかっていうふうに、確かにこう自己満足っていうのとは違うけど説明しない美学みたいなものは、まあそれはねすごくね好きなんであれなんですけど、ありますね。なんか解析すると結構もったいないネタだったりするじゃないですか。その辺を想像して楽しんでもらうとまさに作り手冥利に尽きるなっていう感じがしてるね。ビジュアル的にはほらトップとかなり違うじゃないですか。まあ最初のトップと、全く本当にまあさっき言ってたけども別作品に近い、トップと言いながら本当に全然違う形でやっちゃってそこで遊んでるのかなっていうようなね、そういう誤解をね受けるところもあったと思うんですよ。我々がこう受け継ごうとしているのはトップを狙いの伝統ではなくてトップを狙いというタイトルの伝説だ。なんかそんな感じでしょうか。ですねそのねスローガンみたいなところとしてはねかっこいいんですけど、で具体的にはまあでもその作品から受ける印象っていうのはやっぱり一人一人違うし、その例えばなんだろうな、例えば「少女革命ウテナ」っていう作品を前にやりましたけど、それにしたって本当はこういう裏設定があるとかいうことをなんかこう語ることっていうのにどれほどの意味があるかなって思う時はあるんですよ。だから僕が脚本書いたものよりもそれぞれの人が見てくれた人がどういう部屋でどういう時間に見たかっていうことも含めて多分作品だろうなと思うんですよ。それはもうその人だけのものであって作者であったとしてもそこには介入できないようなものがあるから、まあ、今回のものもだからなんていうのかな、まあ、見てる人がどう捉えるかっていうことの方がやっぱり大事なのであって、そこでなんかこういう裏設定っていうかこういうムードをなんかこう大事にしなければいけないっていうようなことをなんか作り手が言うのはちょっとねと思うんですけど、それはわかるね。こちらが考えてないようなことをある種深読みなのかもしれないけども来た時に「いい」とか逆に言うと発信してる側なのにね一ユーザーみたいになってねね、なんか鑑賞する作品を鑑賞するっていう行為自体も結構クリエイティブなんだなと思いますね。そう思いますよ。一応原作っていうか元を作った庵野くんじゃないですか。はい、庵野さんいますよね。庵野ちんがいてでまあ4話は一応庵野のコンテだけど、やっぱり違ってます。そうですね。庵野さんが割と脚本通りに絵コンテ書くのは久しぶりに見たなっていうか初めてから僕はそれは脚本通りに書かない切らないということ。まあでもエヴァの時はでもどうだったの？エヴァの時は割と共同脚本っていう形で、まあ、2項目3項目まで脚本家が書いてあとはもうコンテとかで好きにアレンジみたいな感じだったんですけど、今回は割とほぼ脚本通りな感じなんだけど、それでも例えばノノが変身する時に目がいきなり昔の帝国地球軍のマークになるとかいうのはさすがだなっていう感じでしたけどあ、そうか、あれそうなんだよく勘違いされるんだけどガンバスターはバスターマシンではないっていう話を最初の頃鶴巻さんにされて、ガンバスターっていうのはバスターマシンの1号と2号がロボット形態に変形したものであってバスターマシンっていうのは基本的に1号2号のことである。なるほど、で僕のところに最初鶴巻さんから設定をもらった時にとにかく主人公はロボットの女の子であるっていう話を聞いて、まあその時に僕はやっぱりだったらバスターマシンに変身するっていうのをやりたいなと思ったんですよあ、じゃあロボットの女の子が主人公っていうのがあったけどその時点では彼女がバスターマシンであるっていうまあ何らかの関係はあるけどあるんだろうなっていうまだ決まってなかった、そこまではあの方から来てなかったっていう、それは前のトップを狙いを見た時にちょっとやられたなと思ったのがあって、4話でガンバスターっていうのが登場するんですけど、5話で再びバスターマシンが出てきた時に最初バスターマシン1号2号っていうのが出てくるんですよ、でノリコとお姉様がそれぞれ乗るんだけど僕はうかつにもそれがガンバスターであるってことになかなか気づかなかったんですよね。でドラマがこうクライマックスに盛り上がっていっていよいよっていう時に合体よっていうセリフが出てきた時にはと思ったんですよね。何のことそれと思ったらバスターマシン1号2号が合体してガンバスターになったっていうのを見て、4話って確か合体シーンってないよね。ないんです。最初から出てきてる、最初から最後までガンバスターのままだったんで、うわこれ合体ものだったんだっていうのが結構面白かったんですよ5話、僕的には。であれと同じようなこともやりたいなと思ったんだけどやっぱり合体だったらバレちゃうので合体よっていうのを
超える何かが何だろうかと思った時に変身よっていうのがいいんじゃないかなと思ったんですよね。バスターマシンに変身しちゃうっていうのは面白いかなと思ったので。でもウルトラマンエースにさね、男女合体っていうの手もあったんですよ。さすがぶっちゃん的な発言をしてくれてむしろだからその変身ものっていうか変身魔法少女ものっぽい要素が入ってくるといきなり感があっておかしいかなっていう、それが割とトップ的なことなんじゃないかなと思ったんですけどね。でもまあガラッと変わってるって言えば本当にだから多分1話とかなんか見てて彼女がアンドロイドだって分かんないような仕掛けにもしてるじゃないですか。っていうか逆に言うと宇宙怪獣っていうかまあのようなものをやっつけるときに、それまでほら逆にさっきの合体話じゃないけども、普通の女の子だと思って観客に見せといてこりゃねえだろっていう風なツッコミを入れられると実はこうなんだよねっていうような、そういうような作り方って結構やってるよね。最初からこう親切に設定を説明するのではなくてバカなそんな状況のだからこんなことができるんだよっていうのをそれを説明しないで見せて驚かせて逆に後で補強されるっていうの、あ、なるほどねって落としていくっていうようなそういう図式が結構トップ2って今回結構あるかなっていう、それが極まってるのが今回の4話ですよね。だからもう人生20年に1回ぐらいしか使っちゃいけない卑怯な手っていうか、だって1話から3話まで宇宙怪獣って言ったらそれ宇宙怪獣でしょって普通思っちゃうわけだけどそうじゃなかったみたいなことをやっちゃってるわけで、こいつ宇宙怪獣間違いないのか。宇宙怪獣ビーストロン級単独です。敵宇宙怪獣の前面にて機雷電を展開。ただまあトップ2の世界においてはあくまでも宇宙怪獣と呼ばれるものは今まで戦っていたものであって、ただやってる人たちがみんな誤解してただけで、実際はそうなんじゃなかったのだけども、今まで戦ってきた連中はそう世界観の中では宇宙怪獣だと思ってやってたっていうことだよね。まあ振り返ってしまっちゃあれなのかもしれないけど、どうですかやってみて。はい、まあこれとにかく笑って死ねるかな笑って死ねるもうやり残したことないと、そんなことない、まあ次はまた次のこと考えるっていう、まあ2を作るっていうのは結局その世界を広げるっていう仕事だから、そのバスターマシンサーガっていうか、なんかそのバスターマシンサーガね、そういうふうに作られていくかもしれない可能性を秘めてるという、そうですね、1万年後かどうかみたいな話よりも、だからそのこれからその48億年続いていくバスターマシンサーガの第2幕に過ぎないとか、まあ、それぐらいの気持ちでやりたいなっていう感じです。じゃあどうも本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあ今度飲み行きましょう。終電までですよダメなのダイバースター TV いかがだったでしょうか。のきとさんの話面白かったね。なんか興奮しました。終電逃しちゃいましたんでこのまま飲んできます。それじゃあ、あれお店掃除してるじゃん。もう店終わりなの？なんでだよー。